下でお父さんがめっちゃ DIY してて、音が入ってないといいんですけど、マイクとかちょっと工夫してるんで、どうにかうまいこと言ってるといいんですけど。今日のテーマはインテリアについてです。で、じゃあまず最初は自分のこの部屋がこの状態になるまでどんな経緯があったのかっていうことについてお話ししたいと思います。でまず子供の頃はこの部屋はお母さんの作業部屋になってて、いろんな種類のミシンが何台も置いてあってっていう感じだったんですけど、中学ぐらいからそのミシンが別の部屋に移動して、私と姉の2人部屋になりました。高2の修学旅行の後に、その修学旅行先で行ったホストファミリーのお家がとにかく素敵で、まさに水色の壁紙で、至る所にガラスの仕切り板があったりして、でキッチンのところにはもう2メートル3メートルぐらいあるすごい高い黒板の壁があって、みんなそこに1日のスケジュール書き込んだりとかしてて、床板もすごいおしゃれな感じで、その上に赤いカーペットが敷いてあってっていう、その水色と赤で、アクセントつけてるような感じのお部屋で、とにかく素敵で、その修学旅行から帰ってきた瞬間に、地元のホームセンターに行って水色のペンキを買ってきたっていう感じで、その時も母親にじゃあ私水色に塗るんでって言って、どうぞって言われたのがなんか今でも覚えてるんですけど、でそんな感じで高2の頃からずっとこの部屋は水色で、大学1年生2年生の頃になって断捨離っていうものに手を出し始めた頃がその時なんですけど、でなおかつその時は、一瞬ちょっと引っ越ししてて、この部屋にプラスしてもう一つ別に拠点があるような感じになってしまっていたんで、より一層なんか自分の定位置みたいなものが分からなくなっていたような時期だったなと思います。で大学4年生になって予期せずこんなおうち時間というものに入ってしまって、プラスしてこのプロジェクトが始まったのもあって、居場所とかそういったものについて考える時間が増えたなって思ってます。で、おうち時間に合わせて、即席で家にあった端材使ってデスクを作ったりとか、ちょっとベッドの位置変えてみたりとかはしたんですけど、それぐらいって感じですね。今現在の私がこの部屋についてどう思ってるかなんですけど、変な言い方かもしれないけど、なんか高校生の頃の何も考えてない衝動的な行動のおかげで、なんか今の自分が救われてるなって思う部分があるような気がして、例えばその今何か買ったりとかする時には、他人がどう思うかなとか、他人はどんな風にレート付けしてるかなっていう風なことが先に来てしまって、自分の中でどう考えてもこれは素敵だろうって思うものに対して素直になれないような感じがしていて、どう考えても水色の壁がいいだろうって思って、その感覚にちゃんと従ってそのまま行動した自分の履歴がこの部屋に残ってるっていうのが、なんか自分のセンスをちゃんと信じてもいいんだよとか、自分の好きなことは好きでいいんだよっていう風に言ってもらえるような勇気をくれるような気がしますね。でなんかクエアアイっていうネットフリックスの番組のシリーズがあるんですけど、その中で日本シリーズがあった時に、カン君っていう男の人が、まさにその外国に彼氏がいて、いつでも日本を出れるようにしておきたいっていう、気持ちがにじみ出てしまっているような部屋に住んでて、そんな中、インテリアを教えてくれる担当のボビーっていう人がいるんですけど、その人が言ったこと、まさにそれだなって最近思ってて、でそれがなんか、今現在の自分の居場所は今現在の自分が作ってあげるしかないみたいな、そんなニュアンスのことだったと思うんですけど、なんか本当にそれが自分の今の居場所について考える上でなんかキーワードになってるような考え方かなっていうふうに思ってますね。高校生の頃の自分がいかに衝動的な生き物だったかっていうのがなんか現れてるのがすごくなんか何個かあって、夏になると学校の中裸足で歩くっていうのを3年間続けてみたり、ハロウィンの時になんか口の周りにみんなで血のりつけて授業を受けてたら、その次の年度からなんかものすごい厳しくなっちゃったりして、あとはなんかヘナタトゥーのペンがあったんで、それを学校に持ってきて授業中にみんなに書いたりしてて、
あとなんか写真が残ってたの中で思い出したのが、なんかホルガっていうカメラメーカーの iPhone ケース、それをわざわざネットで買って、でそれが、ケースのカメラの目の前になんか回るフィルターがつけられるってやつだったんですけど、そのフィルターが、マグネットでくっついてるだけなんで、なんか電車の中とかでそのフィルターだけ落っことすんですよ。死ぬほど機能性悪いなんですけど、みんなも面白がって、私がいない時でも私の携帯使って勝手に写真を撮っててっていうのが今写真を見てて思い出しました。でそんなわけなので、悪く言えば衝動的、よく言えばなんか思ったことに素直に行動できていた太田をよく知る高校生の頃からの友達にある質問をしてみたので、それをちょっと見ていきたいと思います。質問の内容は、私が欲しそうとか、私にあげてみたら多分私が喜びそうって思うものを、まとまりが良かったので集まれ動物の森の中で買える家具と小物一覧の中からちょっと選んでくださいということで、そのリンクも渡しながら質問をしてみました。はい、じゃあもらった答えをバーッと一気に見てみたいと思います。昔かかしだったから忘れないために部屋に置いといた方がいいバーって見てて、ふみちゃんがオズの魔法使いでかかしやってたから一番目についた。アコギは高校で弾いてたから、ふみしやから気が向いた時に弾いてる、気分転換にやってそう。エレキ、家具はギターかな。高校の時よく弾かせてもらってたし上手だったから、みんなでバンドかっこよかったから。スティック掃除機、部屋を汚くしているイメージがない。 DIY 作業台、何か自分で作るのが好きっていうイメージだから。電動キックボード好きそう。丸型ストーブ、寒がりなイメージだから手を出して黙ってそう。メニュー黒板、何か頭にあることを自由に書いているイメージ。地球儀、視野が広いから世界地図とか地球儀とかありそう。ランタン、夜ベッドに入ってる時にランタンつけて本読んどりなんかしてそう。アイアンウッドシリーズ、シンプルおしゃれで小物の置き方によってアレンジできるから上手に配置してそう。派手なものごたごた置くよりシンプルの中におしゃれ出すの好きな感じするから。竹のびっくり箱、これは存在を知った瞬間にふみちゃんにあげたいって思った家具。めっちゃシュールだけどあげたら一人の時とかも静かに遊んでくれてそう。こういうシュールなのも好きでしょ。個人的には竹のびっくり箱が一押しだけど。日氷機、ビニールプール、砂のお城、絶対これ現実世界でやりたいでしょ系のこの3つ。こういうのをずっと楽しめる人だから、夏感あり子供感ありで絶対好きだと思う。現実世界でわかんないようなもの、やらないようなことをあげたら喜んでくれる気がするから、とりあえず干物。小物はウォーターサーバーかな。フルーツ入れたおしゃれなやつ飲んでそう。キャスターは色がふみさんっぽい。キャットタワー、ふみちゃんは猫のようだからこの上で丸くなって寝そう。こたつ、テーブルというよりも床を愛し、かつ寝れる最高のスペースを欲してそうだから。トイレ仲間だった身としてやはりトイレ近いからすぐ近くにあった方がいいのかなと思って。ソリ、よく徒歩で歩くとこけてるから移動手段に良さそう。バンブーの床、こういう自然の床好きそう。ペグトローブ、これはなんかふみちゃんが敷居が低く誰とでもコミュニケーション取れるイメージあるから選んだ。三輪車、一輪車から。サーキュレーター、いつまでも爽やかでいて。ハンモック、いつもゆらゆらしてるから。ダーラヘスト、絶対好きな色使い。はい、こんな感じで結構たくさん集まりました。かかしとかギターとかは本当にもうザ高校生の頃の思い出っていう感じで、かかしはお金だろうって感じなんですけど、絶対置いてほしいみたいな意見もあって面白いですね。なんか思い出系はもう完全にクラウド上のフォトに集約してるタイプだし、なんか部活が終わってから楽器触る時間とかも全くなくなってたので、別に軽音楽部入ってなくたって楽器触ってもいいんですけどね。なんかもう一回出してみるか。パーツ1個なくしてる。で、掃除機とかストーブとかアイアンウッド系の家具とかフルーツウォーターサーバーとかのなんか実用的な理由の実用的なものっていうものも結構比率は少なめですけど出ましたね。なんかちょっと意外というか、なんかネタじゃなくて君これ好きだし必要だと思ってるでしょっていうのがなんかさすがみんなにはバレてるなというか、フルーツウォーターサーバーとかだったらなんかそのミニマリストな自分だったら、脊髄反射的にちょっとノーっていう感じになってしまいそうなところもあるんですけど、でもなんかこう言われて冷静に考えてみると、例えばそのただの紅茶だけじゃなくてフルーツのフレーバーティーっていうものがこの世に存在しないですよって言われたら多分生きていけないなって思うので、ちょっと考える時間をもらいましたね。これ言ってもらえてよかったな。
あと、残りの大半を占めるわけわかんない理由のわけわかんないものを挙げてくれたみんなありがとう。答えてもらった友達はね、みんなもう高校3年間クラス替えなしでずっと一緒にいた子たちなんで、本当に3年間の中で自分たちにしか伝わらない自分たちが構築した言語みたいなものがあるような感じで、大学入りたての頃はみんななんとかかんとかっていうのを言ったらさ、みんなに伝わらなかったんだよみたいなのを報告し合ったりしてて、でなんかこのね、みんなにせっかくもらったやつを卒論のためになんか気づきとか、考察風の言葉に変えてしまうのもなんかもったいないようなぐらいなんですけども、でももしなんかあえて言葉にするんだとしたら、この地球上で22、3人にしか伝わらない言語というか、伝わらないユーモアが伝わるその一員になれたことが、なんか自分はとても幸せだなと思いました